どうも皆さんこんにちは。村人系 YouTuber の小松交通と申します。私は東京都にある唯一の村、檜原村というところに住んでいるものなんですが、その檜原村から毎日千代田区有楽町の職場へと通勤しておるものです。ちょうどこの日はね、仕事を終えて帰宅しようかというところでしたので、ここから動画を回して檜原村への帰宅の様子をお届けできればと思います。夏の足音が聞こえる水無月の東京から帰宅のスタートです。よろしくお願いします。次は東京、オレンジは左側です。そもそも檜原村って何？どこにあるの？という話なんですけれども、この檜原村は東京都の西の端っこにあります。奥多摩の南側ですね。しかしこの檜原村に鉄道は通っていないんですよね。この檜原村に最も近い駅は隣の自治体あきる野市にある武蔵五日市駅ということになります。なのでまずはそこまで移動していきましょう。さあ武蔵五日市に帰るためにはそうですね、東京駅から中央線、この東京駅を起点とする中央線に乗っていきます。おっと、なんか見たことあるなという景色が広がっていますけれども、私小松交通2年前に山梨県の河口湖というところから通勤したことがありまして、その際もここから帰宅ラッシュの中央線を撮影したことがありましたね。しかしこの2年の間で中央線で大きく変わったことが一つあります。そうです、グリーン車です。10両編成の基本編成に2両分の2階建てグリーン車を増結して2025年の4月からグリーン車の営業を始めてしまったということで、こうしてみると変わったなと思いますね。中央線のグリーン車自体計画出たのが10年ぐらい前とかになっちゃいますけども、ついにこう2階建てが増結されているということで、これ地味に私乗るの初めてなんでね、楽しみに待っていたいと思いますが、右側東京行きの列車が入ってきたと同時に左側からこれは特急かいじ43号甲府行きですね。基本特急列車は新宿始発なんですけれども、一部の時間帯は東京駅から出発するということになっていて、この特急かいじ号も通勤の需要をある程度拾っているということなんでしょうね。その特急かいじが出たと思ったらまたひっきりなしに折り返し快速の青梅行きが入ってきました。こちらももちろんグリーン車で連結済みということで、今までの中央線は10両が基本だったわけで、ホームの長さが足りないところもあったわけですけれども、この東京駅にはかねてから特急列車も乗り入れていたので、ホームの長さはすでに12両分あったということで、特別な工事はなされていません。列車に遅れが発生しております。本日は列車が遅れましてお詫びを申し上げます。折り返し17時20分発青梅線直通通勤快速青梅行きとなります。さあアナウンス通り私の帰宅の列車がやってまいりました。折り返し通勤快速青梅行きとなります。もちろんグリーン車に乗っていきます。清掃作業を行いますので少々お待ちください。放送でもあった通り、ちょっとだけダイヤが遅れているみたいで、この列車も10分15分ほど遅れて入ってまいりました。そしてグリーン車は清掃があるので今すぐには入れないわけですが、この中で清掃を行っています。すごい、座席が自動でグイングインって回転しています。東京駅のホームは1面2線しかないので、ただでさえ清掃の時間も限りがあるということで、こういう風に特別な機構が取り入れられています。そしてわずか1分後、本当に1分後に清掃が終わったということで入りました。そんなすぐ終わるもんなんかって感じですけどもね、すごいですよね。もちろん手抜きをされているということではなくても、中はもう完全に新品同然、綺麗さっぱりしたグリーン車にありつくことができました。グリーン券も上にかざして、ここから帰宅のスタートです。よろしくお願いします。17時30分頃東京駅を発車しました。10分ほど遅れていますね。ちなみに今の2階席には3人ほど乗られていますね。もうちょっと乗ってるかなと思ったんですが、意外と少なかったです。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は青梅線直通通勤快速青梅行きです。グリーン車は4号車と5号車です。
神田駅からもグリーン車の着席チャンスができたというのはすごい神田民からしたら大変いいことですよね。神田を出ると山手線からは外れて、そして秋葉原の電気街の南側をかすめて、これは駅ではないです。万世橋駅というかつてあった駅の跡地です。その跡地にはこういう風にガラス張りの商業施設が建てられていて、レストランもあるみたいですね。ここから電車がすごい間近に見えるのはすごい楽しそうです。去る者いれば来たる者ありということで、山手線から外れて今度は中央総武各駅停車と並走するようになりました。黄色い電車がこういう風に交差しています。この辺の風景いつ見てもかっこいいですね。そして17時34分、お茶の水駅に到着。総武線にはちゃんとホームドアついていますが、中央線にもいつか着くんでしょうか。そしてこの駅から2人乗ってきました。まだ6人なので全然空いています。さあまだまだ家からほど遠いんですが、せっかくグリーン車には机があるのでね、ダーンと黄色のやつと白と金色のちくわをいただきましょう。窓の外には帰宅ラッシュの方がたくさんいるわけですけれども、私はこの悠々快適にリクライニングで冷房の効いた座席でビールを味わうという、いやーこの先が日本一うまいですね。ありがとうございます。グリーン車で毎回ビールの回し物買ってるぐらいビール飲んでますけど、別にそういう会社には勤めてないんでね、ご了承ください。そしてこのね、チーズちくわも美味しいですよね。夕食前の腹は満たす食べ物としてちょうどいいです。ちなみに私のビールはコンビニのニューデイズで買いましたけれども、このグリーン車、車内販売も実施されていました。そこでね、ビールとかおつまみとかお水とか買っていらっしゃる方もいらっしゃいましたね。まもなく四谷お出口は右側です。そして17時38分、四谷駅に到着。東京のど真ん中にあって、会社員はもちろん大学とか学生の方もたくさんいらっしゃいます。そしてこの駅から2人ほど乗ってきましたね。合計8人と。ちなみにこの駅2019年まで一部の特急海事号が停車していたそうなんですよね。ということは実に6年ぶりに有料座席の列車が止まるということになったわけですね。まもなく新宿お出口は右側です。この新宿に入る時のこの曲線のアプローチ、いやーかっこいいですね。そして山手貨物線を越えたと思ったら、おーっと成田エクスプレスが入線するではありませんか。このネックスもね、中央線にちょっと前まで乗り入れていたらしいんですけれども、あとこちらも需要がなくなってしまったということで、そちらも取りやめで全部新宿発着となってしまっています。高島屋もそびえる世界一の大ターミナル新宿駅に到着しました。おっと、ホームもまた人多いですね。さすが新宿駅という感じで、ここから7人乗ってきました。なんかいつ見てもなんだかごちゃごちゃでよくわからない歌舞伎町春日部西武新宿駅のあたりで山手線からも分岐して東京の多摩地域へと歩みを進めていく中央快速線です。各駅停車しか止まらない大久保と東中野を通過して17時47分中野駅に到着。中野からは地下鉄東西線も合流してくるわけですが、そこからの需要もありそうなもんですけども、この列車は1人だけ乗ってこられた感じですね。帰宅ラッシュの商店街は望遠効果でなかなか人がものすごい数になっています。さあ今から当たり前の話をします。2階建てから見える景色はめちゃめちゃいいです。本当に当たり前すぎて申し訳ありませんが、この高架橋が続く中央線にはもってこいのグリーン車だということがよくわかります。逆になんで今までついてなかったんだって感じですね。さあ首都の大動脈環七を越えて、ここは高円寺駅。ここは通勤快速通過してしまいます。高円寺の次の阿佐ヶ谷姉妹も通過してしまうということで、いわゆるこの杉並3駅ですね。平日の中央線快速は止まるわけですけれども、通勤快速ですのでここはあっさりと通過してしまいます。このぐらい飛ばした方が快速らしいっちゃらしいですよね。さあしばらく高架が続きましたが、またしても地上に戻ってきまして、ここは17時52分荻窪駅に到着ですね。荻窪には東京メトロ丸の内線も接続しているので、ここからの需要もありそうなもんですが、この通勤快速に限っては乗る方はいらっしゃいませんでした。そして荻窪の隣西荻窪もここは通勤快速通過してしまいます。通勤快速青梅駅です。水道ドアからご乗車ください。ドア閉まります。4号車5号車グリーン車です。さあどんどん行きます。17時59分三鷹駅に到着。三鷹は中央総武各駅停車の終点の駅ですよね。そしてこの駅からなんと3人ほど乗ってこられまして、2階席の乗客は20人と多めになってきました。
ちなみにこの駅も四谷と同様、2019年まで一部の特急列車が停車していたということらしいです。通勤快速は中央東海と同じような停車駅となっていきます。やっぱちょっと目線が高くなっただけでも駅の通過する迫力が段違いによく見えますよね。ちなみにこの辺がホームを伸ばした部分になります。こういう工事がそれぞれの駅であるのがすごいお金がかかって大変そうですね。遠くに比較的目立つ高い建物があります。それがこちら田無タワーという、スカイタワー西東京という正式名称のついた電波塔なわけですけれども、謎の愛称田無タワーとして知られています。ちなみにこちらの塔の高さはなんと195メーター。そんなにあるんですね。なかなか電波塔にしては立派なものじゃないでしょうか。そして18時6分、国分寺駅、こちらに到着です。三鷹、国分寺、そして立川と止まっていくわけですね。ここから西武国分寺線と乗り換えられるほか、中央線の各駅停車高尾行きと接続を行いました。その接続の乗り降りもあったせいか、5人降りられて、私もここから2人乗ってこられましたね。合計17人となっています。先ほどになりまして国分寺の次は立川ということで、立川から青梅線に入ります。まもなく立川。さあ、西多摩の大都市立川に18時13分到着しました。そしてこの駅からこの列車は青梅線に入るわけですけども、この駅では3人降りて、なんと2人乗ってきました。こっから乗るのって感じですよね。中央線だけで需要結構賄っちゃうのかなと思いきや、立川過ぎても相変わらず10人以上乗っているので、もう青梅線も相当グリーン車の需要はありまくりですよね。この電車は青梅線青梅行きです。グリーン車は4号車と5号車です。さあ、この列車はこの先青梅線ということで中央線を離れていくわけですが、青梅線の線路向こうだぞ。あれ、なんか中央線の方に向かっていないと思いきや、大丈夫です。この列車は間違いなく青梅線に向かっています。だんだんこの中央線の伏線から目線が高くなって外れてきたと思ったら、この先進むはそうです、青梅短絡線です。中央線の本線と平面交差することなくスムーズに乗り入れが可能な線路ということで、こちら使われています。ちなみに短絡線とは名ばかりに、青梅線の本線より200メートルほど遠回りしているというところはまた一つポイントですね。本日中央線踏切安全確認を行いました影響で、青梅線へ直通する列車にも遅れが出ております。次の西立川からドアの開け閉めは押しボタン式となります。さあ、この青梅短絡線は下りのみの使用ということで単線なんですよね。で、一気にローカル線に入ってきてしまったみたいな雰囲気になりますが、安心してください。この西立川駅の手前で青梅線の上下副線と合流します。ということで18時18分、西立川駅に到着。読んで字のごとく立川の西にある駅で、国立昭和記念公園という大きな公園の最寄り駅となっています。この西立川駅で地味に好きなのはホームの屋根が一部にしかついていないっていうのがちょっとだけ面白いですよね。この屋根がないホームって結構東京っぽくない感じがして、なかなか開放的で好きです。立川過ぎても2階席には10人以上のお客さんいらっしゃいましたけれども、この辺も住宅街が広がっていて、各駅それぞれ需要があるみたいでポツポツと降りられていきました。そして18時27分、昭島駅に到着です。ここが青梅線間欠の車両で6両編成と短いですが、じゃあ12両でたくさんの方が降りられていきます。東京直通でかつ座席の着席需要も叶えられるということで、まさしく青梅線はワンアップツーアップしていますね。次は拝島。お出口は右側です。さあ、昭島の次は拝島と、内陸のくせに島ばっかりだなと思いがちですけれども、私はこの駅で乗り換えます。そうです、向こうに映っている西武線八高線ではなくて、こちらに映ってない五日市線に乗っていくということになります。18時29分、拝島駅に到着しました。青梅線引き続き青梅方面に向かっていきますが、私はこの下に映っている武蔵五日市、そうです、このオレンジ色、全く同じ色味ですが、五日市線に乗り換えていきます。と思ったら、向こう側から列車がやってきました。ちなみにこの列車立川始発なので、立川で乗り換えてもよかったんですけども、グリーン車せっかくなら長めに乗りたいよねということでここまでやってきました。列車は同じ E233 系でも先ほどとは打って変わって短い6両編成でやってきました。これでは五日市線にしては長めの方ではあります。
で、18時42分、拝島駅を発車していきましょう。いつか一度は来てほしい。本当はいつも来てほしい。開業100周年ということで、そんな記念すべき年にこういう風に架空通勤日記をやられてよかったですね。この電車は五日市線武蔵五日市行きです。次は久我川、お出口は左側です。さあ、ローカル線でも遺憾なき加速性能を発揮する E233 系で一駅お隣球磨川駅に到着。五日市線は単線ですので、この球磨川駅は一面一線と一気にローカル線感が増してきましたけれども、やっぱユーラッシュ時はそれなりにお客さんいらっしゃいます。周りに住宅も多いですからね。そして線路がやや高台に登ってきたと思ったら、向こう側に山の稜線が見えて、だんだん多摩の山の地域に近づいているんだなということがわかります。と思ったら一気に立派な鉄橋を渡って、ここはそうです、多摩川です。多摩川をここで渡るわけですね。羽田空港から続いている多摩川はこの先奥多摩の方へと進んでいくわけですが、私が行く檜原村はもうちょいその南側にあります。そして檜原村の隣の自治体あきる野市の代表駅秋川駅に到着。五日市線は単線ですが、ここで上下線が交換待ちをするということになりました。ちなみにホリデー快速秋川はここの秋川なわけですね。次は終点武蔵五日市。さあ、五日市線はそれなりに短い路線でして19分ほどで着いてしまうあっけないローカル線です。そして武蔵五日市駅周辺になると一気に緑が増えてきました。そして19時ちょうど武蔵五日市駅に到着。お疲れ様でした。19時ってそれなりに深い時間なわけですけども、撮影した日は6月だったのでめちゃめちゃ明るいです。夏至にかなり近い日付でしたので、このように明るいわけですね。そしてホームの反対側来ると物理と線路が途切れています。五日市線はまさしくここで終点となるわけです。ただ私の自称家がある檜原村はというとまだまだ先の方、この駅から5キロほど離れたところにあります。そこまでは路線バスで移動するという、それが唯一の移動手段となっているわけですね。さあ、乗り換えの路線バスまではまだちょっとだけ時間があるので駅を探訪していきましょう。エスカレーターを降りようとすると、周りがすごいコンクリと木の壁になっていて、映像では全く伝わりませんが、木のいい匂いがね、プンプン漂ってくるわけですね。そして改札の隣にあるこちら秋川渓谷という、そうです、この秋川の周辺にそびえ立っている渓谷が有名なんですよね。そういうのが観光地となっているわけです。普通に駅の中に綺麗な鳥だな、これ。鳥の種類全然わかんない。都心では見ないような鳥が普通にいるのが面白いですね。東京都にいるとは思えない綺麗な鳥に歓迎されながら五日市駅の改札を出て駅前バスロータリー一番乗り場にやってきました。そうです、檜原村へのバスはここから出ています。いろいろ行き先がありますが、私が乗るのは鹿妻方面のバスです。鹿妻方面のバス、次は19時25分。地味にこれが終バスですね。そしてやってきました。こちら西東京バス。こういう色味をしてるんですね。これが終バスということになっています。檜原村自体にはこの後もバスが出ていますけれども、この鹿妻というところまで行くのはこのバスが最終です。路線バスの天井を見てみると、コンセントあるんだ。すげえ。携帯充電器と書いてる。これはすごいですよね。檜原村まで結構時間とか距離ありますから、こういう風にコンセントが完備されているのはとてもありがたいです。そして19時25分、私含め5、6人ほどのお客さんを乗せて、武蔵五日市駅を19時25分発車しました。ご乗車ありがとうございます。この車は12時、本栖や久我内経由、勝間行きでございます。都がやってる、区がやってるということで言えば、こちら都がやってる都道55号線ですが、この道を西へ進んでいきます。さすがに6月とはいえもう7時半超えるとさすがに暗くなってくるのでね、景色は周り映すことはできませんが、雰囲気だけでも味わってもらえると幸いです。そして正面に見えるのはこちらセブンイレブンあきるの戸倉店。なんでいきなりコンビニ映してるのって感じですけども、こちらなんと檜原村から最も近いコンビニです。ちなみにこちらの住所はあきる野市ということは、檜原村ってコンビニないんですよね。こちらスーパーとか一部の商店はありますけれども、コンビニのない檜原村は一体どのような感じになっているのでしょうか。そして大して映すこともないのでぼーっとしていると、武蔵五日市駅から12分ぐらい経ったあたりで
コテージ森林村というね、もうすごいキャンプを追っ始めようかっていうぐらいの停留所がありますけれども、この辺りからいよいよ檜原村に入ります。檜原村は東京都の島しょ部を除く唯一の村で、じゃがいも、コンニャクなどの産地で有名です。次は綿向でございます。観光バスよろしく檜原村の紹介アナウンスが入りましたけれども、ここは檜原村の中心部、武蔵五日市駅から20分ほどで着きました。じゃあ檜原村役場が見えて、でこの辺でバス停もあるわけですが、駅から乗ってた方はだいたいこの付近で降りてしまって、乗客は自分一人のみとなってしまいました。さあこの夜中のバスにいる自分一人ってなかなか寂しい感じもしますけれども、バスの運転手からしてもね、このロン毛の男をどこまで乗る気なんだって思うかもしれませんけれども、私の自宅まではあと少しということで、もうすぐこのバスを離れる時がやってまいりました。小坂市の入り口。ありがとうございました。さあということで笹平というバス停で降りたけど、どこだここは。どこだっても私の家の最寄りなんですけど、いや暗っ。私の家はこの先にありまして、この先行き止まりというのは車のことなんですけども、ここ校舎的には行けばいいんだけど、一応私の家とはいえ地図をね確認して、幸いにこういう電飾があってね、万博で有名になった虫がたくさんいますけども、もう何にも見えないこの暗闇が川ですよね。これが秋川なのかな。もう辺り一面もうね、緑の香りが最高にいいですね。そしてこれか、ほどなくして着きました。ここが私の家のはず。合ってるよな。さあ皆さんお察しの通り、この動画の当初の設定にはそろそろ限界を感じてきましたので、そういう設定もかなぐり捨てて思いっきりやっていきたいと思います。ここの施設何なのかというと、人の家ではございません。ビレッジ檜原ワーク&ステイという立派な施設となっています。ここにチェックインして宿泊するということですね。中を見るとこういうふうに広い空間が広がっていて、昼間は多目的スペースとして貸し出しをしておりますが、夜間はドミトリーで宿泊できるという昼夜兼用の施設となっているわけですね。ここのコンセプトとしては、東京に残された最後の秘境に新たな流域循環を生み出す滞在型ワーキングスペースという、ワーキングスペースとしての活用が、メインっちゃメインらしいんですけれども、私のように泊まっていくこともできるということで、内装の感じとかすごいおしゃれだなと思って。そうですね、結構これ設計からかなりすごいですね。シングル版もめちゃめちゃすごいですね。昔からずっと貯めてる感じですか。これ半分ぐらいはね、俺古民家住んでんだけど、古民家の前の持ち主のあれだね。あ、そうなんですか。置いていったやつっていう。そう。へえ。サバンゴスターだった。愛しの駅が。モストヨあらゆる有名な。すごい。宿の方のご厚意でレコードを貸していただいてサザンを聴いてます。めちゃめちゃすごいいいですよ。こんなまさかレコードを聴けるなんて素晴らしいコワーキングスペースです。ここがベッドルームで、こういう感じか。普通にこういうドミトリー的な感じで、ただ今日はもう誰もいないんで、ここに上がってベッドがすごい綺麗なんですよね。空気清浄機もあってなかなか清潔な空間です。いや、すごいところに泊まってしまったな。まず内装がすごい綺麗で、あと寝泊まりするとこもかなりもう新しいとこ、3年前に始まったところなんで全然いいのと、あともう絶対映ってないけどすごい星が綺麗に見えるわ。これが檜原村の
実力です。ちょっと徒歩10分ぐらいのところにご飯屋さんがあるんで、グリーン車ではビールとおつまみしか食べてないんでね、ちゃんとご飯を食べて明日に備えて寝ることにしましょう。さっきバスを降りたところがこの辺で、この道をしばらく10分ほど歩いたところなんですけど、夜中の山の中を散歩することもそうそうないでしょ。この時間にドミトリーにしか車なしで来る方もかなり珍しいらしいんで、いろいろ普段何やってるんですかとかいろんなことを聞かれましたけど、それも込みでいろいろお話ができて楽しかったですね。今ここにあるこの檜原村っていうね、東京都の本土で唯一の村、自治体とあと国からお金を出し合って地方創生でコワーキングスペースを作ろうっていうので、さっきの施設が立ち上がって、で先ほどのおじさんが運営しているという、あの方はもともと東京の23区に住まわれてたんですけど、今はこの檜原村に移住されてコワーキングスペースを作っていると。左手にはこの川しかない、川の音以外何も聞こえない、うわちょっとすごいとこだな。檜原村のこと何も調べてないんであれですけど、多分コンビニがもうないんじゃないかな。あるとしても本当地元の商店みたいなところがもう役所の近くとかところどころに点々とあるぐらいで、もうねそれ以外でお店というお店はないですという、この辺は。で唯一やってるのがちょっと10分ほど行ったところにあるレストラン、うどん屋さんらしくて、で幸いにはそこは夜の10時までやってるんで、そこでねご飯をたらふく食べていこうじゃないかと。そばうどんの看板が見えるけどやってんのかあれ結構怪しいな。ここやってなかったらもうおしまいですね。これ準備中、定休日ですね。そうですね。いや通りで暗いなと思ったんだよな。こちらの手打ちうどん畑野村というところはまた行くことにしましょう。そしたらちょうどバスがもしさっきの鹿妻行きの折り返しなのかな。いや残念。うどん食べれないのはしょうがないですね。今1食ぐらいなんか食べれなくては別に結構悲しくはなるけど、ただ死ぬことはないんで。落石注意とありますが、ここは紛れもなく東京都です。すげえな。新橋とか有楽町の東京とは同じとはもう思えない。地理的にはほぼ山梨とか神奈川とかそっちの方なんで、ある意味の東京ではないんですけれども、いやこれは面白いな。ホテル戻ってきましたけど、いや本当に宿の方のご厚意で即席麺をね用意してくださって、宿の方は別のお家に住まれてらして、あとはもう自分で作ってくださいってことなんですけど、いやもう食材があるだけでも本当にありがたい。パーティー用のためにこういうキッチンもいろいろあるんですよね。あとポップコーンのマシンとかね。結構グループで遊びに来るっていうあれでもなかなか楽しいんじゃないかなと思いますよね、ここね。さあいきなり料理系 YouTube が始まってしまったわけですが、お店じゃないわ、コテージの方のご厚意で袋麺をいただいて、ありがたい。麺にお湯500ミリをよく沸騰させ、麺を入れて4分間入れてください。お湯をね、ここに沸かしてあるんで、これを入れつつ、これをふやかしてもう食べればいいんじゃないでしょうか。これを入れて、あと具材がないけどもってことでいろいろお出しいただいて、本当全然麺があるだけでも大根とかせっかくだからいただいちゃおうかな。玉ねぎとかも、玉ねぎの方が相性としてはいいか。でもどうしようかな。玉ねぎ大根かな。大根を使ってるところのここを切って適当に切って、大根の皮むきを家でも料理しないわけじゃないけど、大根はぶっちゃけあんま食べないな。この前カレー作りましたけどね。今流れてるのレコードでお貸しいただいたサザンオールスターですね。でもどうしよう。
まあ料理する人だったらここからプランがあるわけだけど、俺には全くない。どうしようか。調味料とかあるんか。調味料とか勝手に使っちゃっていいのかな。まあでもな、まあ、麺に入れるだけでもいいか、別に。全然こうやって薄切りにしてめっちゃ切りやすいこの包丁、めちゃめちゃ切りやすいこの包丁、グローバルっていうところらしいです。めちゃめちゃ切りやすいぞ。とりあえず麺をふやかして、箸とかも一体まあ器もね用意してくださったけど、もうここに直接食べちゃってもいいんじゃないかって。まあでもね、せっかくちょっと行儀が悪いことはやめておきましょう。まあいいや、ここにね大根を、さっきの大根を適当に、なんだこれは。まあ合わないことはないと思うんだよな、別に。大根別にここに入れる必要もなかったな。なんだ、こうやって入れちゃって、まあこれがかかってればね絶対ねうまいんだよな。もう見た目はあれですけど、まあこうやってはいとかき混ぜたらいい感じなんじゃないでしょうか。檜原村の大根ラーメン完成でございます。いただきます。本当にありがとうございます。すごい家にいるみたいな、人の家にいるみたいな。でももう他のお客さんいないんで僕一人なんですけど、本当家みたいにいただきます。大根です。うまいな。それに大根ラーメンに合うな。塩コショウを勝手にお借りして、ちょっとだけならちょっとだけということでお貸しいただきます。すいませんね本当に。今までの架空通勤日記はホテルを予約して、楽天トラベルなり電話なりで予約して、そこで一室過ごすって感じですけども、今回はコテージっていうドミトリーっていう名前があったんで予約して、ホームページとか予約サイトもちゃんとあったのでそこで予約して、それホテルっぽい感じなのかなと思ったら想像以上にアットホームな感じで、リビングの中で一つスペース借りてやるみたいな、なんかそういう感じなんで、仕事もやりつつここのドミトリーの支配人のおじさんとか別のお客さんが泊まってる場合はそこの方と喋ったりとか、そういう交流の場みたいな感じですね、いわゆるね。ごちそうさまでした。非常に美味しい即席麺でございました。こんなに美味しい即席麺食べたの久しぶりですね。周りにお店がないからゆえにいろいろ用意してくださってね。大根とかもいただいて美味しかったです。大根って意外とラーメンに合いますね。他の宿泊の人がいないんで僕一人でもう我が物のように振る舞ってますけど、なかなかリラックスできるいいところなんじゃないでしょうか。ベッドルームの90度右にトイレとバスルーム、めちゃめちゃ綺麗ですよ。3年前にできただけある。トイレもちゃんと男性と女性別々のお手洗いになっていて、だからこういう洗濯機があって、でさっきお風呂浴びましたけど、僕のお家の風呂に激似なんですけど、でこっち側にこっちもこっちでこれシャワーですね。シャワーブース、たくさんのお客さんが使うってなった時に風呂が1箇所だとちょっとあれなんで、シャワーブースも設けられているんだろうなって感じですね。さあお腹いっぱいにもなってしこたま踊り狂ったところでそろそろ寝るとしましょう。明日も仕事ですからね。こちらのふかふかで快適なベッドルームでおやすみなさい。
いや素晴らしいお宿でございました。ここ名前はちゃんと記載しますけどね、このコテージみたいなところで素晴らしい宿屋でございました。檜原村って本当に一人で泊まれる場所が少ないんですよ。旅館とかいろいろ調べて電話とかしましたけど、やっぱり一人の宿泊っていうのは対応していないみたいなんで、こんなところにいいところがあっていうか、この秋川渓谷ってやつですね。ホリデー快速秋川とかそういうやつですよ。これはね、いやホリデーじゃなくても見に行きたくなりますね。本当はもう2時間でも3時間でもいたいところなんですけど、私は仕事というのがありますから、いやどんなところからでも東京に通勤してしまおうというこの企画、架空通勤日記。檜原村の奥の方まで、鹿妻ってところまで路線バスが出てるんですけど、今日はね仕事なんでしょうがない。ちょっといろいろ昨日のホテルの方にも紹介してくださったんですけど、あそこの笹平というバス停からまずは武蔵五日市行きのバスに乗っていきましょう。これですね、西東京バス笹平。暑いな今日、暑いな。6月で梅雨明けもしないんですけどね、もう完全に夏真っ盛りといった感じで、ここからの武蔵五日市行き7時56分発のバスに乗ります。さあおはようございます。朝からバスで出勤ということでよろしくお願いいたします。昨日は真っ暗で全く見えなかったこの檜原村の美しい森の姿をこういう風にしっかりと見ることができています。こちらの檜原村、西の隣は山梨県ということで、村の総面積の 93% が山とか林とかそういう地帯となっています。こちら地の利を生かして江戸時代には林業だったり炭焼きの産業が盛んに行われていた檜原村だったわけですけれども、現代では山の石を取る採石業が盛んになっています。ちょっとバスからもそういう採石工場っぽいものが見えました。全然違う工場だったらすいません。さあ東京都本土唯一の村、檜原村ということで、こちらの歴史自体は明治22年と結構早い時期から始まっておりまして、それから一度も他の自治体との合併などを全く行わず、令和の今までこの自治体の形を保ち続けているということで、これだけ長い間独立を保ち続けているというのは首都圏の中でもかなり珍しい自治体の一つとなっています。さあ笹平から乗ったこの路線バスは他にも結構お客さんいたわけですけれども、そのお客さんの大半がですね、村の学校に通う小中学生だったわけですよね。檜原村は学校の数もかなり少ないでしょうから、この路線バスがないと通えない子どももいるということで、文字通り村の生命線となっているわけですね。そして立派な橋があって、そこを渡っていくとその先に檜原村安らぎの里という場所がありまして、いわゆる老人ホーム的な場所なのかなと思いきや、他の福祉機能や医療、保健、いろいろな機能を集約した複合施設となっているわけです。結構立派な建物ですね。そして安らぎの里も過ぎて小学校を経由して子どもたちを降ろした後、乗客は私一人だけになってしまいましたけれども、ここから武蔵五日市駅のあるあきる野市に進んでいきます。そしてここは檜原村の中心部で、こちら村役場ですね。明るい時間に見ると結構立派な建物で役場っぽい感じです。そしてその隣には村の数少ないスーパーもあるんですね。緑の看板で若干コンビニっぽかったですけども、こちらスーパーです。そしてしばらくするとまたお客さんがぞろぞろと乗ってきて、一部ね檜原村からあきる野方面へ通う人もそれなりに利用していらっしゃるということですよね。そして森林のエリアを過ぎてしばらくすると、おっとこれは昨日見覚えのあるコンビニですね。ちなみにこのエリアはもともと五日市町という別の自治体でして、ただ95年に周りの市町村と合併して消滅してしまって、今あきる野市となっています。こちらなんと明治初期に民間で創作された市議憲法、五日市憲法が見つかった場所ということで、なんか歴史の教科書で聞いたことあるなという、それはこの五日市のことだったんですね。ご乗車お疲れ様でした。次は終点武蔵五日市駅でございます。ありがとうございました。
バスに30分ほど揺られまして、8時34分、武蔵五日市駅に到着です。にしてもこの武蔵五日市駅めちゃめちゃ立派ですね。相変わらず木の匂いが豊かな武蔵五日市駅ホームに上がって列車を待ちましょう。この駅ももともと地上の駅だったわけですけれども、先ほどの五日市町が合併してあきる野市になったあたり、1996年に高架化されまして、こちらの木材は多摩産の木材が使われているということです。このオレンジの E233 系って五日市行ったり奥多摩行ったり高尾行ったり、はたまた河口湖行ったりと、かなり仕事範囲広めですよね。いやすごい列車だわ。五日市駅はそれなりに座席空いていたので、こちらに座って出発を待ちましょう。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は青梅線直通立川行きです。さあ武蔵五日市駅を発車してほどなくすると地上に降りていきます。とすると右側に線路が分岐していて、こちらなんと高架化前の武蔵五日市駅に向かう本線の跡だったということだそうです。こういう風に線路の形として残っているのがすごい歴史を感じて面白いですね。この五日市線自体はそもそも五日市鉄道という私鉄の会社が開業させた路線でして、石灰石の貨物輸送を念頭に作られたそうなんです。1925年ということはそれこそ100周年ですよね。先ほど武蔵五日市駅からも折り返して別の路線が分岐していまして、その先に石灰石を取る場所があったということで、そこから貨物列車がごとごとと拝島、そして東京方面に進んでいったというらしいですね。そして単線の路線をぐんぐん進んで8時49分、武蔵引田駅に到着。こちら一面一線のちっちゃめの駅ですが、ホーム上結構お客さんいらっしゃいます。この辺近くにイオンモールもあったりして、あと住宅もかなり盛んに開発されているということで、人口は結構増えている方らしいですね。そしてまた進むと一本の線路が二手に分かれて、ということはここで交換待ちですよね。8時52分、秋川駅に到着。この秋川駅はあきる野市の中心の駅ということで、かなりお客さん左側にいらっしゃいました。そしてまた進むと、昨日と同様鉄橋を渡って、ここは多摩川ですね。多摩川の鉄橋を渡っています。五日市線ローカル線とは言いますけれども、それなりに線形は比較的まっすぐで、そのアップダウンもめちゃめちゃ激しいわけではないので、割とスピードは速い方なんじゃないかなとは思います。 The next station is 拝島 JC55。 そして昨日乗り換えた拝島駅にもうすぐ到着ということで、ここから線路が分岐していきます。私たちはこちら2、3番線の青梅線ホームに入ります。左側にぐんと分岐してぐぐっとカーブして、奥にいろいろ線路が合流していますね。左側に八高線もありますけれども、我々は青梅線に下り線とも平面交差しながら拝島駅9時ちょうどに到着しました。今回はこの五日市線がそのまま立川まで直通してしまうので、私もこのまま立川まで乗っていこうと思います。向かい側からは中央線から直通してきたであろう12両の青梅線がやってきましたね。ちなみにここ拝島から新宿までは西武線とも競合する区間となっています。そして拝島から青梅線に直通して、ここから複線区間となっています。首都圏の路線っぽいですね。6両編成の武蔵五日市行きとすれ違って、こちら9時3分、昭島駅に到着。そして今度のすれ違いの列車は、これは長い。そしてグリーン車ついてるから中央線のやつですね。12両ということで、この区間地味に6両、10両、12両が混在するという、割とカオスなラインナップですよね。そして線路がまっすぐなので向こう側に駅が見えます。9時5分、中上駅に到着。神とついてるのはなかなか強そうですね。地味にその奥にも列車が見えますね。すごい線形がいい青梅線です。そしてまたポツポツと駅に止まって9時9分西立川駅に到着。向こう側からまた6両編成の五日市線が来ましたね。ちなみに右側のヒュンと線路が曲がっているあれは昨日通ってきた青梅短絡線ですね。こう見ると確かに本線はずっとまっすぐなのに対して短絡線は短いと言いながらぐねって曲がっているのがなかなか面白いです。次は終点立川。そして武蔵五日市から乗ってきたこの列車は終点立川駅に到着です。こうして見るとめちゃめちゃ大都会って感じがしてきますが、まだ立川です。まだまだ東京はこれからです。
9時12分立川駅に到着しました。お降りの際はドア横のボタンを押してください。さあ五日市線を立川まで乗り通して、ここからまた中央快速線に乗り換えていきます。色味は全く同じなので乗り間違いとか注意しないといけないですね。そして9時25分快速東京行き12両です。ちなみにこの列車は立川始発の中央線ということで結構レアな存在です。昨日の帰りと同じく2階席2階建てで行っていきたいと思います。これは自販機で買ったくまモンのカフェオレです。朝なんでね、カフェオレでしっかり脳を冷ましてお茶をしばいていきたいと思います。じゃあ立川始発のためですかね。やっぱ乗客はいらっしゃいませんでしたね。あと朝ラッシュはもう2分3分間隔でバンバン列車が出てしまっているので、この後の中央特快とか乗る人多いんでしょうね。座席に座ってすぐ9時25分立川駅を発車しました。そして左の窓を見てください。この列車が発車していると同時に八王子方面から快速東京行きが滑り込んでくるという驚異の高頻度ダイヤを実現させている JR 東日本です。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央線快速東京行きです。グリーン車は4号車と5号車です。さあ朝も漏れなくリクライニングを倒してゆったり出勤ということで仕事までの体力を温存しておきましょう。と思ってタッチするの忘れてたということで天井にスイカをタッチしていきます。青ランプに点滅させることで私はちゃんと切符を買ってますよってアピールになりますからね。そして立川駅の次の駅国立駅に9時28分到着しました。国分寺と立川の間にあるから国立というなんとも安直な駅名ですけれども、こちらの列車快速列車と言いつつ中野までは各駅停車ということで中央快速線の恐ろしさがこちらで垣間見えています。ちなみにこの国立駅から2階席に1人乗ってこられましてね、こういう特急とは無縁だった駅からも着席サービスを提供できるということで、グリーン車って結構革命的な存在だと言えます。そしてこの国立駅からは重要な分岐線武蔵野線につながる国立支線というのが出ています。この上下線の間に1本だけある線路ですが、これは大宮始発の武蔵野号ってやつですよね。武蔵野線を経由して八王子と大宮を結んでいる列車ですけれども、平日の朝はなんと1本しか走らないということで割とレアな光景を撮ることができました。ちょっとスマホをね充電しようと思って、そうなんですよ、この中央線のグリーン車に限ってコンセントがついているんです。いやーこれ便利ですね。現代社会においてやっぱ鉄道にコンセントなくてはならない存在になっていますから、ちゃんとこのような需要も拾っているわけです。そして西国分寺を過ぎて9時32分国分寺駅に到着。ここは中央特快も止まる大きな駅です。ちなみにこの駅の一つ手前に西国分寺から1人乗ってこられる方がいらっしゃいました。2階席は合計3人となっています。It may be necessary for the train to stop suddenly to prevent an accident, so please be careful. 9時台ということで割と遅めな時間とはいえ、朝の通勤列車とは思えないようなすっきりした静かな空間が流れています。そして9時38分、高い屋根が特徴的な東小金井駅を発車して、ここも快速各駅停車しか止まらない駅ですけれども、1人乗られてきましたね。計4人となりました。そして白い高架橋を東にぐんぐん進んでいく中央線ですが、向こう側にグレーの単線の高架橋が出てきました。こちらは西武多摩川線というこの武蔵境駅から分岐して是政までつながっている路線なわけですけれども、先ほど拝島で見た西武線はそのまま新宿までつながっているのに対して、こちらの西武多摩川線は一匹狼よろしくこのように孤立してるんですよね。多摩川線沿線の方は武蔵境で JR に乗り換えないと都心にありつけないという結構独特な存在となっています。そして9時40分西武多摩川線が起点の武蔵境駅に到着。ここからも1人ほど乗ってこられましたね。そして武蔵境を過ぎると真新しい高架の区間は終わりで、ここは三鷹車両センター。これは JR 中央総武各駅停車の列車がメインで止まっている車両基地です。そして奥に止まっているのはまさしく東京メトロ東西線の直通列車ということで、9時43分三鷹駅に到着です。この奥に見える東西線の07系ですけれども、この列車はもともと有楽町線を走っていて、直通先の西武線にも乗り入れていたりして、それが今やこうやって JR も走ってるっていうね、なかなか数奇な運命をたどっている車両だと言えそうです。
そして三鷹駅で長いこと停車しているなと思ったら、そうですね、ここは阪急接続が行われるということで、こちら中央特快東京行きの待ち合わせを行っています。あちらはね、早いですから、さすがにお客さんたくさんいらっしゃいまして、こちらはどちらかというとガラス機の状態で、とはいえこの駅で1人降りて、また3人ほど乗ってこられて、合計2階席は7人として快速とは言いますけれども、この先もどんどん駅に止まっていって、まだまだ各駅停車は続いています。さあ、線路も複々線になって、列車もいろいろな色のものが乗り入れてきて、首都圏らしい雰囲気になってきましたけれども、9時49分吉祥寺駅を発車して、ちょうど総武線と入れ違いで発車していきましたね。ここはまた1人ほど乗ってこられました。そしてまた高架の線路に上がっていますが、吉祥寺の次の駅、西荻窪駅に到着しました。ここは平日なのでしっかりと止まっていきます。しかし 2,3 分おきに止まる列車にもグリーン車が全部ついたっていうのは結構すごいことですよね。もともとグリーンがついていた東海道とか常磐線は期間も結構長かったんで、あまりこういうザ通勤路線についたっていうのは結構革命的というか、でもそのぐらい需要があったということでしょうからね。西荻からもグリーン車で悠々快適に通勤できる未来がやってきています。ちなみに向こう側に見える三鷹駅の東西線もラッシュの対策を行っておりまして、車両のドアの幅をめちゃめちゃ広く取ってお客さんをスピーディーに乗り降りしてもらおうという結構物理的な対策で乗り切っている路線ですね。そして9時54分、丸の内線が発着する荻窪駅に到着しました。ちなみにこの荻窪駅からも1人乗ってこられて、2階席は合計9人となりました。今回2階席にずっと乗っていて、1階席の状況はあまり見ていないわけですけれども、グリーン車って比較的2階席から中心に座席が埋まっていく印象にありますよね。やっぱ高い目線から景色見たいですよね。高架橋の向こう側に新宿副都心の高層ビル群が見えています。いや、この風景を見ると中央線っていいなって毎回思ってしまいます。今から7年ほど前の2018年ぐらいにホリデー快速ビュー山梨っていう小淵沢から新宿方面に行く2階建て、オール2階建て215系の車両がありましたけれども、その時以来の2階建てのこういう風に中央線の景色を見ることができていますね。そして10時ちょうど中野駅に到着です。向こう側に止まっているのは特急の回送列車が止まっていますね。この中野駅からは地下鉄東西線が分岐して乗り換えの需要も高い駅なわけですけれども、このグリーン車からの乗り降りはありませんでした。中央線はこの先いよいよ快速運転となります。やっと快速が始まったって感じですけれども、向こう側に見える新宿副都心のビル群を周回して都庁も見えていますね。あそこに小池都知事がいるんですね。新宿の次は四谷に停まります。山手線、湘南新宿ライン、埼京線、小田急線、京王線、地下鉄丸の内線、都営地下鉄新宿線、都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。そしていつ見ても世界的な大都市新宿駅に入ってまいりました。新宿駅に10時5分到着です。快速とはいえほぼ各駅停車でしたから、昨日の通勤快速より時間はかかってはいるものの、もうグリーン車でゆったり移動できているのであんまり気にならないですね。ちなみに新宿駅では2人ほど降りました。逆にもっと降りるかなと思ったんですが、意外とそういう感じなんですね。ちなみに立川から乗ったグリーン車、アテンダントさんの巡回はあったんですけれども、昨日の通勤快速みたいな車内販売はなかったですよね。通勤快速とか特快とか、時間帯によってそういうありなしは変えているんでしょうかね。さあ、丸い緑の山手線、真ん中通路は中央線ということで、この都心のど真ん中をぶち抜いていく、しかも地上でぶち抜いていくっていうのがね、やっぱ気持ちいいもんですね。いつ見ても。向こう側に見える駅は千駄ヶ谷の駅ですけれども、ここは国立競技場の最寄り駅。国立競技場自体も絶妙に見えそうで見えなそうで見えましたね。そして創価学会の本拠地もかすめて10時10分四谷駅に到着しました。ここも地味にオフィスとかあるんで需要多そうな感じではありますけれども、この駅から一人ほど降りられていきました。東京に住んでて思うのは、なんだかんだで東京の都心って緑がめっちゃ多いんですよね。ここだけ見ると一瞬檜原村かなって見えなくもないんですが、紛れもなく四谷を出た直後です。片側は緑の豊かな風景で、こちら側は市ヶ谷駅と都心の風景が見えているという、
この絶妙なギャップがたまらないというか、これこそ中央線の醍醐味で、これをグリーン車からゆったり眺めることで今日一日の駅もしっかり充電することができそうです。さあ、ずっと路線別の複々線だった中央線ですけれども、お茶の水駅の手前で線路を入れ違えて方向別の複々線となりまして、黄色い総武線の三鷹駅が一歩手前の線路にやってきています。そして10時14分、お茶の水駅に到着。この駅からもうホーム、階段乗り降りすることなく秋葉原とか千葉方面に行くことができています。そしてこの駅でも一人降りられていきましたね。このお茶の水駅端っこのホームが段々になってる感じ、たまらなく好きですよね。バリアフリーには逆行してるわけですけれども、構造物オタクとしては結構たまらないです。じゃあ昨日見た万世橋駅の跡地のレストランをかすめて、こうぐるーっと90度カーブしていきます。ビルの窓ガラスにグリーン車が反射しているのがめちゃめちゃかっこいいです。そして10時17分、神田駅に到着。神田駅地味にオフィス街にあるにもかかわらずホーム狭くて結構混雑しそうですね。ちなみにこの駅で降りる方は今回はいらっしゃいませんでした。ということは東京駅で降りるお客さんは私を含め5人という東京に行く方が多めということになりましたね。まもなく終点東京お出口は右側です。さあ、立川駅を出発して1時間弱、檜原村を出発して2時間半足らずで10時19分東京駅に到着しました。いや、お疲れ様でした。赤レンガの丸の内駅舎に一番近いこの中央線のホームに滑り込んできました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. ホームに出まして、この駅からまたこの列車は快速立川駅とまた立川まで行くんですね。なんと5分折り返しという、昨日の通勤快速の2分折り返しを見た感じからすると、5分かって普通の感じに見えてしまいますけど、5分でも相当短いですよ。今回乗った快速のグリーン車は朝ラッシュにしてはちょっとだけ遅めの時間帯だったわけですけども、それでもお客さんいなかったわけではないですから、7時8時台のピークは結構お客さんたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。グリーン車なんて何本あってもいいですからね。さあ、中央線に思いを馳せているばっかりではいられません。私は出勤という一大イベントが待っています。イベントつっても別にやりたくてやってるわけじゃないですけど、お金を稼ぐためですからしょうがないです。これは YouTube 関係なく本当にマジで出勤しています。東京駅のエスカレーター下がってまた上がって、京浜東北線に乗り換えて一息を取り有楽町まで行きましょう。次は有楽町。さあ、10時25分、無事にいつも通り有楽町駅に到着しました。いつもの架空通勤日記に比べて比較的遅めの時間だったわけですけども、私この日はたまたま仕事がそんなにゆったりめだったので、この時間でも問題なッシングです。さあ、ということで今回の架空通勤日記いかがでしたでしょうかということでまとめに入っていきますけど、檜原村という鉄道の通っていない自治体で、しかも村から通勤するっていうこと自体史上初めての出来事で、なかなか面白かったですけれども、しっかり鉄道と路線バスを乗り継いでちゃんと問題なく来ることができました。動画中盤でも言った通り、檜原村にはビジネスホテルがなくてですね、ほとんどの旅館も2人からの宿泊ということで企画倒れになることも危ぶまれたわけですけども、今回泊まったドミトリーのおかげでなんとかこのように動画としてお伝えすることができました。本当にありがとうございます。2020年に始まったコロナ禍を経て、働き方やライフスタイルが多様化したことによって、このように社会や街の形も変わっているんだなということをひしひしと感じました。とはいえ檜原村にはもう寝泊まりしただけで終わってしまって、まともに観光とかできてなくて申し訳ないんですけれども、今度ね来るときはもっと深いところまで味わえたらなと思っております。てなわけで檜原村の架空通勤日記、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次はどっから通勤しましょうかね。